ここは東京都にあるとある駅です。ここから千葉県にある駅で最も遠い駅を目指します。果たしてここは東京都のどこにある駅なのでしょうか。そして最も遠い駅はどこにあるのでしょうか。こんにちは、検証交通チャンネルです。今回は東京都と千葉県一番近い場所、一番遠い場所を調べてみました。果たして一番近い場所はどのぐらいの時間で移動できるのでしょうか。逆に一番遠い場所はどのぐらいの時間がかかるのでしょうか。早速移動していきたいのですが、移動はこちらのお二人にお任せします。やっほ、エネリーだよ。ビビチョロ、今日はどうしたの？ついに調べてしまったぞい。東京都の駅と千葉県の駅のうち最も近い駅がどこか、さらに最も遠い駅も突き止めてしまったんじゃ。そんな大発見みたいな感じで言われても、でも確かに気になるかも。ではまず東京都の江戸川駅から出発じゃ。さあ一緒に行くぞ。今から？ここが江戸川駅じゃ。京成線にある駅でな。この駅から千葉県で一番近い駅へ向かうぞ。そんなにワクワクすることなの？まあいいや。で、何駅に行くの？そしてこの駅から2人は千葉県の一番近い駅に移動します。果たして時間はどれくらいなのでしょうか。着いたぞ。ここは千葉県市川市の河野台駅じゃ。もう、いや、地下、本当に1分しかかかってないんですけど。そうじゃ。この江戸川駅から河野台駅までの距離、わずか600メートル。わしと同じくらいの速さを持っておるの。京成電車は。BB 長老はもうそんなに速く走れないでしょ。でも本当に東京と千葉って近いんだね。さて今度は最も遠い駅を調べるぞ。電車が参ります。黄色い線の内側に下がってお待ちください。遠いってことは移動時間やばい。私終電までに帰れるわ。それは行ってみてのお楽しみじゃ。まずは東京駅からスタートじゃ。東京駅に来た理由はあるの？特にはない。これから乗る青梅特快に乗りたかったからじゃ。青梅特快は東京駅からじゃないと乗れないの？そんなことはないのだが、細かいことは気にせんで。そして東京都のとある目的地の駅を目指します。東京駅から西へ。この電車は青梅線直通青梅特快青梅行きの各駅です。次は中野です。ここが東京の果て、奥多摩駅じゃ。わしの青春もここで終わったようなもんじゃ。ビビ長老、青春時代奥多摩で過ごしたの？そうじゃ。ここから先は鉄道がないんじゃぞ。つまりここが東京の文明の最果て。ここから先に行くにはわしらの足かわしの古びた三輪車しかないんじゃ。何電車で移動？っていうか足があるなら歩けばいいでしょ？冗談じゃ。さてわしらはここから千葉県で最も遠い駅を目指す。いや、急に壮大な目標出てきた。千葉って東京の反対側ですよ。それ本当に日帰りで行けるの？行ける。大冒険じゃ。まず乗るのは青梅線。青梅線って東京アドベンチャーラインとかいうアトラクションみたいな名前のやつ？そうそう。聞いただけでワクワクするじゃろ。
東京なのに大自然、秘境感満載。むしろわしはこの路線が終点からさらに続くんじゃないかと疑っておる。いや、長老終わってるよ。奥多摩の先はガチでレールないじゃん。ここから東の方向へ、私たちは千葉県で最も遠い駅を目指して進む。青梅線青梅行きです。次は高利お出口は左側です。出発から10分が経過した。車窓には国道411号線が寄り添い、両側を山々に挟まれながら列車は静かに進んでいく。ただいま堀駅を出発。ここは東京都の最北端に位置する駅だ。この先、列車は奥多摩の風景の中へと溶け込んでいく。次は川井浜川に架かる奥多摩大橋が見えてきた。そして次の駅は御嶽駅。奥多摩駅からはすでに8キロほどの距離を走ってきた。宮の平駅を出発。ここから車窓の景色は山々の合間を縫うような風景から少しずつ住宅街へと変わっていく。そしてこの電車は次の駅で終点を迎える。おお、ここが青梅駅じゃ。わしの記憶が正しければここは東京の秘境への玄関口。いや、さっきまで秘境の中にいましたよね。むしろ文明に戻ってきた感じだよ。まあまあ、そんなことよりわしらは15キロも旅してきたんじゃぞ。さて、わしらはここで乗り換えじゃ。次ははいはい、快速東京行きだね。ついに東京の核心部に向かいますよ。奥多摩駅から青梅駅までは15キロほど。快速東京行きに乗車。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は中央線直通。ここは拝島駅。奥多摩駅からは24キロほど。八高線、武蔵五日市線、そして西武拝島線と連絡する駅。快速東京行きです。ご乗車ありがとうございました。まもなく立川に到着です。まもなく電車は多摩地区最大のターミナル駅、立川駅に到着する。日々たくさんの人々が行き交う大動脈。ここが多摩地区最大のターミナル、立川駅じゃ。まるで東京の城塞都市。なんか RPG みたいな表現で、奥多摩からここまで何キロ移動したの32キロじゃ。そうじゃ、我々は立川で一旦乗り換えじゃ。同じ方向へ行くが、ここからは中央都会行きの列車に乗る。長老、中央特快だよ。勝手に都会感増さないで。ほう、そうじゃったか。しかし名前の通り、これは都会を目指す快速列車じゃ。まるでわしらを未来へと運ぶタイムマシン。いや、普通の通勤電車だよ。この電車は中央線中央電車は国分寺と武蔵小金井の間を走行中。ここまでの走行距離はおよそ38キロに達した。三鷹駅に到着。ここで先ほどの快速電車を追い抜く。電車は多くの路線が交差する巨大ターミナル新宿駅へと滑り込んでいく。奥多摩からの所要時間はおよそ1時間30分。その距離は約56キロに及ぶ。この電車は中央線中央特快東京行きです。お茶の水、お茶の水。降りた駅はお茶の水駅。松戸は中央総武観光線。中央線は東京駅方面で、しかしこちらの総武線各駅停車はさらに東へ進み千葉方面を目指す。
お茶の水駅から間もなく4番目の駅。ついにわしらは錦糸町駅へ到着じゃ。はいはい、ここでまた乗り換え。で、次に乗るのは？ここからはついに特急電車じゃ。おお、ついに来た特急。特急潮西公園の。ちょっと待って、何か違和感が。長老、電光掲示板見た？普通に特急潮西5号だよ。まあよい、名前はともかく、これでわしらは一気に千葉方面へ突き進む。もう66キロも移動してきたから、長老も疲れてきた？大丈夫じゃ。さっきレッドブルを飲んだからの。ここで乗り込むのは特急潮西号。この列車で一気に千葉方面の東へと向かう。奥多摩駅を出発してからすでに約2時間50分。ここまでの走行距離は66キロを超えた。スカイツリーが遠ざかり、東京の下町の風景が後ろへと流れていく。列車は江戸川を越え千葉県へ突入。西船橋を通過。西船橋駅は千葉県で最も利用者数の多い駅。さらに進み、列車は間もなく千葉駅に到着。ここで距離は94キロを超えた。千葉駅を出発。やがて桜駅に到着し、旅の時間は3時間半を迎える。成田空港方面への分岐を過ぎ、列車は房総の東部へと進む。電車は成東駅に到着。ここまでの距離は120キロ。成東駅の逆側には特急停車駅ながらなぜか広がる悠久地。まるで時間が止まったかのような静けさが漂う。車窓には一面に広がる田園風景。都市の喧騒を離れ、匝瑳市を走り抜ける。現在、松岸駅通過。この列車はもうすぐその旅の終点を迎える。海風の香る街、銚子駅に到着する。ついに着いた。わしらは今銚子駅に降り立ったのじゃ。シャラ、なんかめっちゃ疲れた感じだけど大丈夫？大丈夫じゃ。さっきプロテイン摂取したからの。ところで錦糸町から1時間40分かかったね。千葉県に入ってからも結構遠かったし。そうなんじゃ。実はわしも途中であれ、もしかして千葉って想像以上に広いのではと気づいてしまった。今さら。まあまあ、ともかくついに東京都から完全に離れたのじゃ。だがわしらの旅はまだ終わらん。いや、もう調子がゴールじゃない。これ以上まだ遠くに行けるの？甘い。千葉県の東にはまだ駅があるのじゃ。そんな、もう陸が終わりだけど、まさか海へ？まあそこまで行くかはともかく、次に乗るのは銚子電気鉄道じゃ。まあ安心せい。これが最後の乗車じゃ。せっかくだし、あのレトロな電車が走るローカル線に乗ろう。これが本日最後の乗車。最後の列車に乗り込む。銚子駅からの乗車券は270円。ささやかな運賃だが、この列車が今日の旅を締めくくるものとなる。どう読むのだろう。見慣れない漢字の並びに一瞬戸惑う。駅名はどうやら笠上黒ハエのようだ。髪の毛が元気に生えてくるような名前ですね。発車します。ご注意ください。降り立ったぞ。ここ
な。ここが橋か島駅。実はここ関東最東端の駅なんじゃ。めっちゃレアな場所。そうじゃ。わしらは今東京都の最西端奥多摩駅から最も遠い千葉県の駅にたどり着いたのじゃ。じゃあこの旅で移動した距離って160キロ。160キロ？なんかすごい距離移動してるね。いや遠かったのう。奥多摩を出たのが12時半で今が午後5時半じゃ。つまり約5時間かけてここまで来たのじゃ。ねえ、5時間。東京から新幹線乗ったらもう博多だよ。そうじゃろう。さあお主、最後にこの駅で何を感じる？なんかお腹空きました。ここは飛鳥島駅。到着時刻は午後5時半、いや、それより少し前。出発したのは12時半だったので、その所要時間は実に5時間に及んだ。東京から千葉へ、その距離を測る旅の中で、改めて気づかされる鉄道の奥深さ。例えば、東京都と千葉県の最も近い駅同士の移動時間はわずか1分。それに比べ、今回の最も遠い地点への移動は5時間もの時間を要した。同じ都県間の移動でも、その差は圧倒的だ。今回は、東京都と千葉県の駅の最も近い場所と最も遠い場所、それぞれの移動時間を検証してみた。以上で今回の旅は終わり。また次回に。